ヒーラーのティア表を作ろう。ジャースパルと申します。ということで、ツボツボが実装されて、まだね、1日しか経っていなくて、木の実ジュースの獲得率など何もわからないタイミングではあるんですけれども、ちょっとね、無課金初期税パル目線で、ヒーラーのティア表的なものを作ってみようかな、ということで、これをすることによってね、ツボツボに対してどうやって向き合っていけばいいのかみたいなのを、自分なりにね、言語化して、なんとなく落とし込む、みたいなこともしたいなと思って、ちょっとね、やってみようかなと思います。どういう結果になるかわからないんですけれども、ああだこうだ言っていきたいなと思います。ってことで、とりあえず元気オールのね、ヒーラーたちにお集まりいただきました。クレセリアとかは一旦除外してこの5体で考えていきたいなと思いますけれども、一旦この5体、フィーリングでこの順番に並べてはいました。今ね、感覚としてこの順番なんじゃないかというのも何も考えずにね、本当に感情一本でとりあえず置いたっていう、ここから詰めていこうかなと思います。ってことで、まずツボツボからやっていきましょうか。ツボツボ何が強いのかと言われれば木の実ジュースが強いよね。木の実ジュースが強いと。で、反対に短所となる部分は、厳選が大変ってとこですかね。この厳選が大変っていうのは激痛と。で、能力的なところで考えると、パーモットとインフィアの間と。で、すでに他のヒーラーを育成している人にとっては、もう今手持ちにいることの差みたいなところを比較していかないといけないんですよね。で、パルはもともとプクリンをね、本当に長い間メインヒーラーとして採用してきて、もう未だにプクリンがサブアカウントではね、メインヒーラー貼ってくれてるんですけど、スキル確率アップ M を持っているサーナイトぐらいの能力のあるプクリンを採用してるんですね。で、世間的にはもしかしたらスキル確率アップ M を持っているサーナイトってそこまで強いと思われてない可能性もあるなと思うので、ちょっとそこはね、世間とのズレが大きくあるかもしれないなとは思ってますね。やっぱね、毎日活躍してもらうようなね、ヒーラーになるので、なるべく能力の高い子って世間的になってんじゃないかなという気はしますし、私も狙えるならそうしたい。みたいな感じで。で、ツボツボがスキル確率アップ M のサーナイトと同じぐらいの能力になるためにはどうすればいいかっていうと、ここは木の実ジュースの獲得率次第にはなるんですけど、スキル確率アップ M プラスアルファくらい欲しいけど、スキル確率アップ M だけあれば一旦ね、パーモットぐらいの能力にはなってくれるので、木の実ジュースが手に入るちょっと弱いサーナイトをどこまで容認できるのかみたいなところはありそうですよね。厳選のしづらいスキル確率アップM のサーナイトよりちょっと弱いくらいのツボツボをどう判断するっていう感じ。これプラス、木の実ジュースの獲得率で、一旦無課金パルのね、初見としてはスキル確率アップ M ぐらいのサーナイトでも、正直相当強いなと思っていて、これまでね、本当に雲仙時間サーナイトとプクリンが1体ずついるんですけど、2体とも合わせるともう本当にね、8000、9000時間とかそれぐらい一緒に寝てるのかなっていうところで、それだけプレイしてて、そこまで不満はないですね。もう結構下振れるの前提で遊んでいるみたいなところもありますし、上振れてくれるときはたまにはあるので、そんなに問題視してないかなみたいなところは1個あります。で、正直汎用性高すぎポケモンなので、ツボツボサブスキルの種は全然使っちゃっていいんじゃないかなと思っているところを考えると、スキル確率アップ S、M が幽閉されてないタイプでゲットみたいなところまで考えると、むちゃくちゃハードルが高いっていうわけではない。金スキル確定までいっちゃうとちょっと厳しくなっちゃうんだけど、一旦最初の8体まででも厳選なんとかなる可能性はそこそこはありそうってところで、サブスキルの種まで考慮すると意外と厳選なんとかなる説。一旦木の実ジュースの汎用性の高さまで含めて最強の位置には置いておこうかなっていう、こんなところからスタートしてみましょうかね。一旦ツボツボ最強仮置きで話進めてみましょうか。で、木の実ジュースがなんで使いたいのかもちょっと考えといた方がいいよな。木の実ジュースを何に使いたい？下振れた日の保険。料理チャンスとか料理パワーアップ S とか、交代が多いポケモンだな。交代の多いポケモンの回復。あとはあれか。もう目標のレベルに達したから一緒に寝なくていいよっていう時とかにも使えるか。寝る時のチーム編成。
これ大きいね。まあでもこれ、とにかく便利だね。本当に。とにかく便利。ね、かゆいところに手が届きまくるというか、小回り効きまくるというか、そういうアイテムではありそうだなっていうのは、なんとなくこれまでずっとね、プレイしている経験値的には、使いどころは結構無限にありそうだなという気はしますね。結構寝る時のチーム編成大事っぽいな。で、すでにヒーラーがいる人にとっては、まあサブヒーラー的な扱いになると思うんですよ。まあでもね、本末転倒になっちゃうかもしれないんだけど、ツボツボにメインヒーラーを担ってもらって、下振れた時に今メイン張ってる子がサポートで入るみたいな風にしても全然いいんじゃないかなっていう気はするんだよね。まあそれこそ週末だけはツボツボにお願いするとか、そうだね、メイン張れるかどうかは別として、かなり保険が効いている状態でお仕事してもらえそうな雰囲気は感じる。それこそめっちゃ強いヒーラーがいて、まあ木の実ジュース集めたいなっていう場合は、先にね、メインヒーラーにがっつり回復しといてもらってからバトンタッチしてもいいと思うし、まあそこまで厳選できないとは思うけど、現ヒーラーと交代してもらうことを考えると結構重要になってくるのは食材なのかもなっていう気はちょっとするね。まあでもこの部分は厳選にはほとんど関与しないだろうからな。そこまでこだわれないよね。で、これは本当に個人的なパルのね、現状っていうだけなんですけど、ニューイヤーパックL を買ったので、スーパーサブレがね、今手元にめっちゃあるんですよね。そういう意味では、狙えるっちゃ狙えると。サブレ的にも、無課金でも。まあ、一旦こんな感じかな、ツボツボは。厳選は最初の8体だったらなんとかなるかもしれなくて、その8体をお迎えしに行こうというサブレは、気概さえあればなんとかなりそうで、で、すでにヒーラーがいる人の場合は、まあなんかもろもろ保険効いてそうな気もすると。まあ全部気もするなんだけど、OK ってことで、とりあえず S ランク置いといて、他のポケモンたちがツボツボに勝てる要素というか、いや、やっぱこの要素見逃せねえよな、みたいな部分を見て、ちょっと相対的に決めていきましょうかね。じゃあ次にパーモットいきますか。パーモットを2番手に置いてるのは、まあ、出現フィールドが多い、食材が強くて優秀、ライコーとの相性がいい。で、これあれだな、ツボツボにも言えることなんだけど、元気オールのヒーラーってレベルの高さそんなに関係ないのも魅力的だよね。ただ、その点においては、あれか、ツボツボレベル50を目指すのちょっときついか。このレベル50がすぐ行くのはちょっときつそうっていうのは、なんとなく考慮したいですね。次のミニアメブーストっていつ来るんだっけ？昨年は3月までないんだ。2ヶ月ぐらいないっぽいぞということで、そうなるとちょっとね、育成すんのはしんどみあるかもしんないけど、まあ、すぐゲットできたらちょっと、ムムムっていう期間が長いだけだから、そんなには考えなくていいか。まあじゃあこの部分は一旦カッコにしちゃおうかな。まあパーモットに関してはね、出現フィールド多いって書きはしたんだけど、基本的にはゴールドで探すことにはなりそうだよね。序盤でゲットできたらラッキー枠ではあるね。ただ別に序盤はヒーラーそんなに必要ないんじゃないかって話もある。実際私のメインアカウント、ラピスラズリコハンでサーナイトゲットするまではヒーラー、まあずっと狙ってたんだけどいい感じの子に出会えなかったので採用せずに進んではきてましたし、まあそれがゴールドまでってなって、今はねもうすでにゴールド解禁されてはいるから行けるようになったらすぐ行くっていうので良さそうな気はする。まあラピスのねミニ竜だったりヌイコグマがはちゃめちゃに強いから、そこがね本当に悩ましいね。今からやる人目線になるともうちょっと熟慮しないといけない気はするんだけど、まあ一旦ゴールドまでも、まあ頑張ればそれなりにすぐ来れるまあ別にすぐは来れないけど後回しにしちゃっていい要素ではあるのかなという気はするね。いやでもこれあれだな、見過ごせないな。ゴールドスヤスヤってさ、コリンク狙いたいんだよね。一方サーナイトラピススヤスヤはデデンネで、デデンネとツボツボどっちが優先って聞かれたら、私デデンネ派ではあるな。まあ、とはいえあんまり出てこんやろっていうのはあるか。デデンネに関しては。ここ難しいね。まあ、ほとんど優劣ないか。ここに関しては。で、いっそアンバーまで行ってツボツボでもいい。なんかゴールド、コリンクいっぱい出てきてくれたなってなって、無課金だと、待って、無課金でパモとコリンク、ヒーラーがいなかった時どっち狙ったらええんやを、ツボツボ出てきてくれたからいっそコリンクでいいやわ。ありっ
ちゃありなんだけどな。難しすぎるな、この問い。さすがにライコーがいる人にとっては、トップティアだろうね。そこは、私のメインアカウントでライコーとパーモット一緒に並べて編成する機会もかなりあるので、やっぱね、ライコーの横にさも当たり前のようにパーモットを置けるのはね、パーモットのめちゃめちゃでかい魅力だなとは思いますね。問題はライコー厳選が難易度高すぎっていうところではあるので、ライコー狙えるんだったらツボツボ狙えるだろうみたいなのはあるけど、ライコーの汎用性の高さとツボツボの汎用性の高さってどっちのが上ライコーパーモットがいる場合はさすがにライコーパーモットの方が上な気ちょっとするな。パーモットも間違いなく強いですね。一応、改めてにはなるんですけど、パーモットの特徴、長所とかをまとめておきましょうか。出現フィールドが多いって言っちゃおう。でも、カッコにしとこうかな、これは。一応、多いは多いし、序盤から探せるけど。で、厳選しやすい。ゲットしやすいだね。それはみんなそうか。だからあえて書かなくていいか。ツボツボの短所っていうところで、ライコーとの相性がいい。これは実際にライコーを使ってる人間からしても、この相性の良さは破格だなとは思うところがありますね。で、食材が、それなりに強いと。少なくともこのヒーラーたちの中では最も強いってことにはなってて、このカカオ、ミルク、卵はそれぞれね、みんな結構集めづらい食材だから、結構相当腐りにくそうだなっていうのは感じるかな、パーモット。逆に言うと、そんなもんでもあるんだよな。短所ではあるかどうかわかんないけど、一応書いていくか。ライコーがいないと、だけっていうとちょっとね、語弊があるけど、ライコーがいないと食材がちょっと強いだけのヒーラーではあるか。その食材が強い重要ではあるんだけどな。で、これは個人的になんだけど、ゴールドスヤスヤは、リンク推しかな。それこそパーモットは別の子でもその役割をしてもらえることができるので、ライコーがいる場合のみ本当に格が2段階ぐらい上がる気がする。SS になる気がするわ。SSS と言ってもいいかもしれない。いやー、なんとなく分かってたけど、これめちゃくちゃ微妙な差だね。本当に、この食材がちょっと強いはかなり重要な要素でもあるような気がしてるから、でもヒーラーとしての能力を見たときに、じゃあそれはそのミルクとか卵とかカカオとかを集められるポケモンに木の実ジュース使ってちょっとね編成する時間を長めに取ったらどうですかと言われると難しいからねえ。じゃあちょっと一旦こうするか暫定こうするか。てかパーモット、これ増殖させたいな。増殖させらんないから。いやー、感覚的にはツボツボな気してるな、今のところ。ツボツボも言うてそこまで食材の能力低いわけじゃなくて、食材能力一番低いのはサーナイトだから、サーナイトにはね、ネギがあるんだけど、いやー、激ムズだな、本当に。ツボツボの厳選しづらいの部分を上回れるかというと、それこそラルトスとか、一旦他のポケモンでもいいよな感も感じちゃうんだよな、意外と。無事。本当に、パーモットに関しては、ライコーがいるときは SSS。それ以外は A。みたいな感じで一旦行くか。ちょっと他にもっとね、考えつくことあれば、何でもコメントいただけたらなと思います。いやー、パーモットこんなところが強いですよとか、ここ見落としてますよみたいなのいっぱいあると思うのでね、今私が思いついてないことを何でもコメントお待ちしております。 OK、 パーモットこんな感じで一旦サーナイトいっちゃいましょうか。じゃあサーナイトの長所はわかりやすくヒーラー最強、クレセリアとは相性がいい。このね、クレセリアと相性がいいも難しいんだよな。クレセリア自身が元気オール使えるから、本当にはちゃめちゃ相性いいかと言われると、ちょっとね、疑問なところはあって、私クレセサーナイトとパーモットライコー、どっちも持ってるんですけど、どっちの方が相性いいかって聞かれたら、割と余裕でパーモットライコーなんじゃないかなという気はしてます。それはまだね、エスパーの本格的なフィールド来てないからの説もあるんですけど、結局ね、元気グーンって回復できたら、一番最初にサーナイトが抜けて、クレセリアはね、そのまま入り続ける、ほとんど木の実のポケモンみたいなところがあるので、サーナイトがね、真っ先に抜けちゃうので、別にサナじゃなくてもいいよなっていうのは、ちょっとある。ちょっとあるんですよね。もちろんね、木の実 S サーナイトとか、それに特化している子だったらまた話変わるんですけど、で、クレセリアと相性がいいわ。若干疑問符残しとくだけ残しとくか。
で、ネギよな。まあ、ネギはさすがに強いと思う。今はね、ネギそんなに使われてないタイミングだと思うので、いや、そんなこともないのかな。結局ね、グラタンが無課金にとってはめっちゃ作りづらい料理ではあるので、八重切りすき焼きカレーって言おうと思ったんだけど、まあ、マスカーニャ、レントラーがグラタンと相性いいから、拡張がうまくいかなかった時はメザパシチュー作ればよくて、うまくいったらグラタン作ればいいみたいなテンション感でやれるんだったら、今はネギ必要ではないよね。まあでもやっぱネギ、サーナイトは唯一無二ではあるけど、そこもじゃあ思いっきりネギ狙えるかと言われるとかなり怪しいし、ネギのサーナイト狙うぐらいだったらツボツボ狙いたくないからな、これも意外といやめっちゃいい長所だなと思ったけど、そうでもないのかな。ネギ、まあ3分の1だからな、そんなに狙えないほどではないかと思うけど、まあ狙えないよね。これにサブスキルまで入ってくるんだもんね。我々の食材の厳選ってなんでこんなハードなことやってんだろうね。あとはあれかな、ラピスに滞在したいっていうのはあるよね。これはもちろんミニ竜、ヌイコグマ。で、ヘンネに関しては、そういえばゴールドでも全然出てくるか、ゴールドスヤスヤで。で、そういえば、これ言うの忘れてたわ。ツボツボ以外、まあ、全員と言ってもいいのかもしんないんだけど、厳選が、厳選、楽なのは全員ツボツボ以外の、まあ、長所だから入れなくていいかなと思ったんだけど、厳選楽ってことはお手ボとか探しやすいと。お手伝いボーナスであるとか、あと何睡眠 EXP ボーナスとか、かなりハードな条件の子を探しやすいのはツボツボにはないメリットだよね。いや、ここの評価むずすぎるな。私がそこまでヒーラーにこだわってないんだけど、ヒーラーそこまでこだわりたいっていう気持ちもわかるから、まあでも逆にそこまでこだわる人だったら、もうツボツボのお手も狙わないみたいなところも若干あるかな。どうだろう。もう修羅の道すぎるけど、ここはな、無課金パル的な感覚だと、やっぱ金スキル確定になってから厳選の難易度上がっちゃうじゃん。まあそれこそね、お手ボとかをつけたいのであればその方がいいっていうところはあるんだけど、今までね、まあそれなりに結構な数のヒーラー、それこそラルトスとかお迎えしてきたんですけど、やっぱ金スキル確定とかまでいっちゃうと、そもそもスキル確率アップ M とかを探すのが難しいから、どうなんだろう。今ミントまで入れたら意外となんとかなんのかな。でもそうだね、本当にその情熱あるんだったらツボツボで頑張れないっていうのは若干思っちゃうな。むずいな。サーナイトもむずいな。めっちゃ強いポケモンなんだけどね。いやー、わかんない。本当にここまで考えてもマジのガチのビサだな。どっちでもいいな。どっちでもいいな。でも、ツボツボな気してんだよな。なんとなくな。いや、逆に考むずいな。もうさ、ここまでやってきて、まだニンフィアとプクリンやってないんだけど、道中で出会った強い子を一旦育てた上で、最終的にツボツボ厳選しようって言いそうな気がしてる、今のところ。ので、ツボツボ S ランとか言いそうな気してる、この感じ。まあじゃあ、とりあえず一旦ちょっともう頭バグってきたから短所っぽいところ探していく。サーナイトの短所ってなんだ？ラピスと EX でしか出てこないところ？あ、でもこれ今短所探してたんだけど、逆に長所1個思いついたな。エルレイドは明確に長所だと思うわ。エルレイドも、まあ、ぶっちゃけ相当強いポケモンであることは間違いないので、それこそ伝説のポケモンの厳選はできないんだけど、ちょっとね、お手伝いサポート的な、お手伝いブースト的なポケモン欲しいなって思ってる方にとっては、エルレイドが最強のお手サポ使いではありますし、水統一とか電気統一みたいなことをしないのであれば、エルレイドも伝説のポケモンたちに匹敵するぐらいの能力あったと思うんですよね。なんならちょい上とかだったりするんでしたっけ？そんぐらい強かった記憶があるので、エルレイドって。エルレイドにも一応価値を見出せるっていうのはサーナイトの良さではあるか。これエルレイドの評価までしないとダメじゃない？ちょっと待って、難しすぎるな。お手サポに知見がなさすぎるから、今ここで考えらんないからね、言い出したはいいんだけど、カッコにするしかないな。でもいいことです。エルレイドになれるいいことです、これ。で、他の短所は？食材のエナジーが低いはあんまり短所だと思ったことないんだよな。うちにいるサーナイトが AAB
リンゴコーンの子になるんですけど、レベル60になるまではリンゴでね、大変お世話になりましたし、今ね、それこそ若漏れチップスでコーンを最上級料理でまた使えるようになったりだとか、まあこれまでもね、その若草サラダとか、お茶会コーンスコーンとか、ちょいちょいね、コーンを使っていくタイミングってずっとあったので、食材のエナジー低くて嫌だなみたいに思ったことは全くないので、全くないんだったら短所に書くことではないかなというところで、こんなもんかラピスと EX しか出てこないけど、ラピスには行きたい理由が明確にある。エルレイドにもなれる。なんとなくなんかもっと評価できそうな気してたんだけど、クレセリアとめちゃくちゃ相性いいかと言われると怪しいし、意外と B 妥当な可能性ある。一旦ね、この5体で並べてるから3番目っていう評価であって、ぶっちゃけ本当にパーモットと一緒でも全然一切構わないんですけど、だからヒーラーの能力が最強であるというところをどこまで評価するか。だな、ちょっとこれはみんなの意見聞かせてほしいわ。私がヒーラーの厳選相当妥協してる寄りの人間だから、それなりに妥協すること前提なんだったらツボツボでも良くないかと思っちゃってるところがあるんだよね。いや、そんなもんじゃないですよと。お手棒あって最高っすよというのをちょっとお聞かせください。オッケー。なんか特に書かなかったけど、サーナイトこんな感じかな。意外とね、なんかもっと評価できそうな気すんだけどな。むずい。オッケー、ニンフィアたち行きましょうか。ニンフィア意外と簡単な気してるんだけど、どうだろう。長所。なんと言っても、EV がどこでも出てくる。で、V 図を複数育ててなければ、飴が手に入りやすいと。言うて長所っぽいとこってこんなもんか、ニンフィア。で、短所っぽいとこ、短所ってわけじゃないんだけど、パーモットとほとんど同じ食材で、乾杯と言っていいんじゃないかな。だいぶ負けてるので、ニンフィアとパーモット、用意どんでどっちか探すんだったら、パーモットだよねとはなりやすいよね。レベル60ミート3つも、3つかって感じするもんね。4つであれと思わないでもない。で、育成しやすいことも、ヒーラーっていうことを考えると、あんまりはプラスに働かないし、最大所持数ちょっと低いっていうのは書いといてもいいか。ただこれはツボツボもそうだね。他が2進化なのでね、なんかそこの差は如実にあるなっていう気はしますね。ニンフィアに関してはな、序盤でめっちゃ強い EV をゲットした時のなんか一つの選択肢にはなってくれそうだなって感じがするけど、わざわざニンフィア選ばなくていいような気がする。誰にしたらいいと思う？私はね、メインアカウントのめっちゃ強い EV は、一番最初に、そのヒーラーもいなかった時代にブースターになってるんですよね。思えばね、それニンフィアでもよかったんじゃねえと思わないでもないんですけど、今ブースターもね、ずっと活躍し続けてくれてるので、意外と鍋拡張担当がジバコイル。ゴールドになるまで、言うても、ほぼゲットできないポケモンになっちゃうので、序盤でね、鍋拡張不要ということを考えれば全然ゴールドまで引っ張ってもいいと思うんだけどな。こんなもんかな。本当に、序盤、シアンとかトープとかで、厳選できるヒーラーとしては、プクリンよりね、基礎能力は高いから、めっちゃ強い子をお迎えしたら、ツボツボまでのつなぎみたいな感じで、なんだかんだね、ツボツボまでのつなぎだなって思ってて、そっから5、6千時間一緒に寝ることになるんだけど、私の体感ではね。今、あえて選ぶ理由っていうのもそんなないかなっていう気はするから、さすがにね、パーモットサーナイトよりは下だろうなっていう感じがするかな。でもね、決して活躍できないわけじゃないし、結局素敵な EV ゲットできたら、ある意味ね、サーナイト、パーモット無視してもいいし、EV の厳選って別にニンフィアじゃないポケモンたちもいっぱいいるから、そこもニンフィアの良さではあるね。書いとくか。ニンフィア以外にも選択肢があるよと。でもちょっと待って。デカめの欠点。気づいちゃった。1進化だから、金種いっぱい必要なんだ、あなた。むずいじゃん。いや、そこはちょっとあれだな。無課金的には無視しにくい要素ではあるね。いや、大丈夫かこれ。ツボツボを S ランクにしたいと思ってるわけではないんだけど。ね、なんかツボツボ S ランクありきの推論になってるような気がしないでもない。ね、そういったね、ありとあらゆるバイアスがかかって生まれているのがこのティア表でありますので、皆様ぜひともね、うまいこと解釈していただけたらなと思います。一旦このサーナイトたちよりは、パーモットサーナイトよりは下なんじゃないかというね、テンション感のまま次行きますか。次というか最後、プクリン。プクリンの長所は、序盤で狙いやすい。
まあでも、それもな、今となってはな、パーモットもいるし、ニンフィアの方が基礎能力高いっていうところでね、本当にこのゲームがリリースされた当初はプクリンって、まあヒーラーの選択肢が基本的にニンフィアかプクリンかだったので、メインスキルの種を1個分節約できる。その代わり月の石使っちゃうんだけど、メインスキルの種を1個分節約できるっていう意味で、プクリンの優位性があるなと思ってたの、当時の私は。だからどちらかというと、プクリンの方を優先して探してたし、結果メインアカウントは、その序盤でね、ゲットしためちゃ強い EV をニンフィアじゃなくてブースターにして、プクリンを探し続けるっていうことをしてたんだけど、沼りまくって、結局ラピスラズリコハンが登場して、ラルトスを探しに行くっていう流れになったんですけど、サブアカは結局序盤で本当になかなか強い、そのスキル確率アップ M ぐらい持ってるサーナイトと同じくらいかちょっと強いぐらいの結構強いプクリンをお迎えするに至ったので、今に至るまでお手伝いしてもらってるんですよ。そんなプクリンを採用してる人間から見たプクリンの長所は、まあ、食材やな。蜜オイルね、強いんですよ。使いやすくて。ただ、まあ、実はツボツボも蜜オイル、一応集められるっていうところで、独自性薄れちゃった感は若干あるか、さすがに。蜜オイルカカオなんだよね、プクリンね。独自性薄れてそうだな。まあでもね、蜜は本当に非常に助けられてますね。言うてもね、まだ A 蜜の食材ポケモンってカイロスか不思議だねしかいないはずなので、便利ではある。まあでもだったら別に不思議種をね、ミニリュウと一緒に探すんでもいいんじゃないですかって言われたら何も言えないし、場合によってはなんかめっちゃ強いクワガノンの C 食材とか、めっちゃ強いハピナスの C 食材とかをちょっと頼ってみてもいいのかもしれないと思わないでもない。まあすごい評価できるかと言われたら、それも微妙か、今は。逆に、まあ短所っぽいところもちょっと見ていきますか。まあ、ヒーラーで一番強くはないよね。あとは月の石使っちゃうのも地味きつか。本当にね、リリース当初のことを懐かしげに喋るおじさんになっちゃうんだけど、リリース当初は月の石進化するポケモンプクリンしかいなかったから別に何のね問題もなくプクリンに使えたんだけど、そっからねピッピーが追加されて、今ではムンナも追加されてってなっちゃってるし、別にアイテムを使わないでね進化できるヒーラー2体がね2進化しちゃうヒーラー2体がいるので、まあ短所になっちゃうよね月の石もじゃあどっちに使いたいですか。その3体でムンナ、ピッピ、プリン、誰に使いたいですかって言われたら、まあピッピかムンナだよね一応ね、そのフェアリーの木の実得意っていう唯一無二のポジションをまだピクシーは守ってますし、ムシャーナはかなり評価が難しいところだから、まあぶっちゃけ使っちゃってもいいとは思うんだけどね、プクリン。まあどちらかというと月の石を使うは今では短所寄りですよと。まあここもなかなか狙うっていう感じじゃないのかな。まあそんな感じでなんだかんだ考えてみたけど、どんどんね書くことはめちゃくちゃ減ってったんですけど、まあ、意外とこのフィーリングは正しいのかもしれないなってところで、まあ、こうなんのかな。いやむずいね。もし左右差つけるんだったらサーナイト左でもいいような気してくるもんな。やっぱそのヒーラーの能力が高いってことはヒーラーが相対しやすいってことでもあるので、ツボツボってさ多分相対しやすそうなヒーラーではなさそうじゃない。木の実ジュースが疑似的にそれを行ってはくれるんだけど、いやむずすぎる。ヒーラーはねマジで相対してなんぼではあるんだよね。だからライコーがいないんだったら一旦一番正解っぽいのは、本当に激強ヒーラーが必要な時はサーナイトで、なんかもうちょっとまったり過ごせる時はツボツボっていう使い分けでいくでライコーがいる時はパーモットさんが SSS だから、それはもう強いライコーをお持ちの方は頑張ってパモを狙ってくださいとか、そんな感じかな。ちょっとサーナイトの評価むずすぎんだけどでも最終これでいこうかな。サーナイトはね、いやちょっと一体ずつ書いていくか、理由を。まずツボツボは一旦このまま S ランになりそう。まあ、木の実ジュースの汎用性が高すぎてもう突然さ感情の話になっちゃうんだけど、 QOL がすごい上がりそうっていうなんかね、なんだかんだそこ数値がどうとかよりはちょっとね、まさかの感情論なんだけど QOL すごい上がりそうってところで、ただ1点狙いはめっちゃ難しいし、そのフレンドレベル10いっちゃってからは相当地獄だと思うのよ。だからそこを埋めてくれるポケモンとしてサーナイトあなたも S ですよと
そのね、サーナイトを私メインアカウントで、実はサブアカにいるプクリンと同じぐらいか、ちょい弱いかぐらいのサーナイトなんですね。でもサーナイトって本当にスキル確率アップ M だけ持ってるだけで、もう十分ヒーラーとして個人的には強いって呼べるラインなんですよ。なので、ヒーラーとしての基礎スペックが高すぎるがゆえに妥協しやすいサーナイトは。ので、それこそ、フレンドレベル10超えちゃって、スキルレベルアップ M とちょっとスキルの能力上がってます、みたいな子でも、一旦採用しちゃうかって言って編成しやすいから、一旦採用しやすいと思うんだよね、サーナイト。これはかなり偏見なんだけど、多分かなり偏見なんだけど、そこがツボツボの源泉が沼った時の地獄をサーナイトはなんとかしてくれるだろうし、無課金的にもヒーラーの源泉っていうところにおいて、妥協してもなんとかしてくれるスペックがあるっていうところを評価して、2番手S に並ぶかどうかはわかんないけど、ちょっと一旦ツボツボと同じラインで。で、サーナイトで妥協した状態でツボツボを狙ってみてはいかがですかみたいな。何の提案っていうね。一旦、そんな感じでどうでしょう。で、パーモットは、そこよりは1個下がんのかなって。いや、でも本当にむずいな、パーモットに関しても。ので、パーモット、この2体よりは1個下げてはいるんだけど、お好み、もうこうかもしんない。感覚お好みこうかもしんないな。別にパーモットでちょっと妥協しても、食材が強い分で、割と私目線なんとかなってるところもあるなって思うから、いやでもヒーラーの評価としたらちょっとやっぱ1個下げざるを得ないかな。だからライコーがいたら SS とSSS とねなってます。で、ニンフィアはパーモットとの食材かぶりが痛いかな。でもね、本当に EV をどこのフィールドでも厳選できるっていうのは、今目の前でとりあえずヒーラー探したいんですっていう人にとっては、ありとあらゆるフィールドで一旦 EV 狙っとけばいいってことになるから、今あえて狙うかと言われると、このランクにね、置かざるを得ないかなとは思うんだけど、実際採用されてる母数みたいなところを考えると相当高くなりそうだなっていう気はする。だからニーフィアは理想よりは現実っていう感じがするかな。で、副次的にね、他の V ズの選択肢もいっぱいあるから、今足りないところを埋めていけばいいっていう。狙うかというと狙わないけど、来てくれたら考えるみたいな。ね、そういうポケモンな気がするね、ニンフィアは。で、プクリンが、プクリンもな、大体同じだよな。狙うかと言われたら、狙わないのかなっていう。月の石がきついってことにしとくか。ということで、こんな感じでいかがでしょうか。なので、最後に、ちょっとガチでまとめるか。最終、一旦こんな感じで置いてみましょうかね。ライコがいる時のパーモットは、もうちょっと個人的には頭一つ抜けてるなっていう印象。で、ツボツボぜひとも採用したいし、採用して編成するタイミングも結構ありそうだし、リソースを投じれば、それなりには厳選基準を下げることはできるんじゃないかなと思っているんだけど、いずれにせよヒーラーって結構リソース突っ込んでいいところだとは思ってるので、S 言い過ぎの可能性は大いにあるし、木の実ジュースの獲得率がまだいまいち分かってないから、どちゃぼこ過大評価である可能性はあるんだけど、やっぱ超便利そうで QOL 上がりそうなのでそこは大事だよなってことで S。で、ツボツボ1点狙いで沼ると本当に地獄を見そうなので、がっつり厳選して最強を狙ってもいいし、妥協して、言い方あれだけどね、妥協して採用したとしても、相当強くヒーラーとしてのお仕事プラスアルファぐらいこなしてくれるし、一応クレセリアチームとも相性がいいし、なんならエルレイドもいるしっていうサーナイト。で、ライコーがいない時のパーモットさんはそこよりは一段落ちるかなっていう印象で、ニンフィアプクリンはあえて狙うっていうタイミングはあんまりないかもしれないけど、今は目の前でヒーラー探しててたまたま強い子をお迎えできたら十分強いよねっていうそんな感じで行かせていただきたいなと思います。いやー、これ難しいね。ちょっとガチ勢さんとかもうガチ課金勢さんとかで、本当になんか最強のサーナイトとかパーモットとかを厳選しましたよって、例えばものすごい時間かけて厳選しましたよっていう人がどういう評価をするのか気になるので、もしね、そういった方いればぜひコメントで、ツボツボはどんなもんじゃいというのをね、教えていただけたらなと思います。いや、でも本当に難しいね。ツボ
ツボを能力面でね S に置いたし、いやリソースもガンガン投じてゲットしますみたいなことを言いはしたんだけど、そうじゃあツボツボとデデンね、どっちの方が優先度上かって言われたら、私さっきも答えたんですけど、ツボツボじゃないデデンネの方がね優先度上なんじゃないかと思ってるので、リソースをがっつり投じる、先にがっつり投じるのは多分デデンネデデンネどこ行った多分デデンネなんじゃないかなっていうことでね、もしかすると SSS はこうかもしれないのでね、最終己のリソースとの戦いになるので、いや今もう全然メインスキルの種もサブスキルの種もサブレもないですっていう人はこの辺かもしれない、ツボツボみたいなところで、最終的な結論としてはライコーがいる時のパーモットは最強でね、ツボツボと全く関係ないところに着地してこの動画を終えていこうかなと思います。そんなわけでね、ぜひ皆さんのティア表だったりとかツボツボの評価も教えていただけますと幸いです。そんなヒーラーのティア表を作ってみるでした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつも本当に温かいたくさんのグッドやハイプ、コメントありがとうございます。助かってます。それではね、この動画、何も参考にならなかったような気はするんですけれども、ぜひね、無課金であっても、今、ツボツボに向き合えるだけのリソースあるよと思った方は、ぜひこの連発スキルウィークボリューム3中にツボツボ狙ってみてほしいなと思います。そして、今のね、この動画作ってる時空では翌日までニュームーンデーになっていて、色違い出現確率アップしておりますので、皆様の元に色違いツボツボ神個体が来てくれることを願っておきます。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。